んにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回紹介する動画はまたね、久しぶりに洋服作りにしようと思っております。昨年はですね、スカートとかワンピースで、今年に入っても緩く着れるようなズボンのね、パンツの方、ルームウェアですね、紹介させていただいたんですけれども、なかなかね、トップスをね、紹介する機会がなかったので、今回はずっとね、ちょっと作ってみたいなって個人的にも興味があったものと、あとぴったりな生地がありましたので、こちらで作ってみたいと思っております。これはですね、夏素材のリップルというちょっとポコポコしたようなで、これは、デコレクションズさんで販売されてるんですけれども、テンセルといって自然素材を元に作られた生地なんだそうです。なんで手触りとしてはですね、ちょっとレーヨンが入っているような感じにはなるんですけれども、実際にはこのエコでサステナブルと同じような感じで、この森林とかを再利用して作るというような生地になってるそうです。なのでこれでね、実際作ってみるとしなやかな感じを楽しめるかなって思ってますので、是非一緒にですね、生地も全くね同じじゃなくてもいいので一緒に作っていただけたらと思います。で、私も今回ね初めてチャレンジしますので、実際ね動画撮りながら進めていきたいと思っております。で、実はですね、今回はもう1着同時に作ろうと思ってます。これはねチェックで、これもねリップルなんですけれども、これはねやっぱりスカート作ってみようかなっていうふうに思ってます。ちなみにこちらのチェックの方はまた別の動画の方で紹介しますので、楽しみにしていてください。これはね実際に 1m あるんですけれども、1m を半分にすると着丈が50センチになるんですよね。なんですけれども、これは特にね柄方向がないものなので、生地幅が結構あるんですよ。なので、耳をこう合わせた状態でこうやって生地方向を逆にして作ってみたいと思ってます。こんな風にして、で肩のラインは輪にして剥ぎ合わせがない状態にして、ここの首のところをくり抜いて作るような方法で紹介していきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。では早速始めていきましょう。で、ちなみにですね、これはねフリーサイズだと思います。特にサイズが書いていないのでフリーサイズですね。すごくね着心地よくって、特にこの袖のところどういう風になってるのかなって見たらですね、ちょっと面白いんですけど、ちゃんとここの脇の部分別布当ててあるんですよ。でもこれをやるとちょっと面倒くさいなと思ったので、今回はですねこのデザインでそのまま使えるような感じで作ってみたいと思います。まずは、横幅ですね、肩のラインのところを測ると、実際に今80センチになっています。これはご自身の肩のラインとかで調整してくださいね。そして着丈ですね、こんな感じで後ろ身頃の方が少し長くなってて、前がちょっと短くなってるんですよね。なのでちょっと前身頃の方で合わせてみようと思います。肩のここの上の部分からここまで、これがちょうど65センチになりました。これをもとに実際にこちらの生地を裁断していこうと思います。はい、では、切り終えたところになります。実際には縫い代をプラスしましたので、サイズの方を紹介します。まず、ここからこの端から端までを85センチでカットしています。で、ここ肩のラインになるとこですね、ここは輪にした状態にしています。輪にした状態でこの長さを68センチにしましたので、こう広げるとですね、68センチの2倍なので136センチ、1メーター36センチになります。それでは、自作のねバイアステープを作るんですけれども、バイアステープを1枚の布から作る時、ちょっと距離が長いものを取りたい場合はですね、生地をこうやって斜めに置いてみてください。向き間違えると大変なんですけれども、こうやって斜めに置いて、ここが輪の状態になります。輪の状態になって、こうやって伸びた時にまっすぐになっているようになっていれば問題ありません。ただちょっと間違えるとこう V に出来上がっちゃうことがあるんですよね。私もよく間違えちゃうんですけど、ちょっとそこに気をつけながらですね、こんな風にして生地を合わせてみてください。そしたら輪を下にして60センチあれば十分かなと思うので、ちょっと長めに作っていこうと思います。そ
そしたら幅4センチのバイアステープになるように幅4センチで合わせてカットします。はい、じゃあ出来上がったバイアステープを四つ折りにしていきます。まず最初に2つ折りにしましょう。もちろんね、市販のバイアステープを使われてもいいと思います。はい、じゃあ2つ折りにしたら、今度はバイアスなので少し真ん中を開けた状態でこうやって合わせていきましょう。バイアステープメーカーっていうのがあるんですけれども、そちらを使うことももちろんねできますよ。でちょうどですね、この真ん中のところが2ミリぐらい余るようにして合わせていきます。そしたら反対側も同じようにして折っておきましょう。ちょっと今回はせっかくなのでバイアステープメーカー久しぶりに使ってみようと思います。まず、最初にやることはですね、直線縫いです。この両方の端を三つ折りにしていきます。これはね、自分服なのでもうリラックスしてもう目分量でいきましょう。あとこういうふうにね、チェックとかだったらこのチェックの線に合わせてですね、こうやって三つ折りができますので、だいたいこの状態だと7ミリの三つ折りになってます。まず両脇ですね、両脇を同じように縦で縫っていきます。その後この裾になる部分も同じようにして縫っていくんですけれども、まずは両脇縫っていきましょう。今回ね、結構つるんとした生地なので、待ち針で留めてもいいんですけれども、距離が長いのでもう私はこのままの状態で縫いながら仕上げていこうと思います。それでは生地がね結構滑りやすいので、ちょっと手で押さえながらゆっくりと縫っていきます。こんな風にねチェックがあるとこう自分のね縫う場所目安っていうのが分かりやすいので、このラインに合わせて縫っていきます。では反対側も同じようにして縫っていきます。では両側をこんな感じで三つ折りで縫い終えたところで、今度はこの横に対して同じようにして縫っていきます。横に縫う時もこれも同じですね。こういう風に端っこをこういう風に三つ折りにしましょう。の最初の部分だけちゃんと返し縫いしておきます。では反対側も同じようにして仕上げていきます。はい、いかがだったでしょうか。まずね4箇所縫い終えたところになります。比較的収縮のある生地のようで、しっかりとピタッとね端っこが揃ったのでほっとしました。そうしたら中表にして重ねていきましょう。この裾の部分を持って2つ折りにします。でこの輪になった部分が肩のラインになってきますので、これをさらにですね2つ折りにしていきましょう。この後首周りの線を描いていきます。今裏面が見えているんですね。それではせっかくなのでこちらのミラクルハンドメイド定規のくびれ定規を使っていきたいと思います。このカーブの部分をこの襟ぐりのところに合わせていこうと思います。この定規をですねまずこんな感じで縦に置いてみてください。でこの
えぐれてるところがあるので、これを生地のこの端に合わせて、ここの部分をこの上の部分に合わせていきます。こんな風に、ここがね輪の状態ですね。そして合わせているのがこんな感じです。ここの部分ですね。ここの部分とこのへこんでるところですね。へこんでるところを布の端に合わせて、ここのとんがってるところを上に合わせています。でこの状態で線を引きます。はい、でここが、襟ぐりのところになりますので、ここを切り落としていきます。ちょっとぶっつけ本番で怖いので5ミリほど残して切ろうと思います。1回5ミリぐらいですね、ちょっと余らした状態でやってから1回自分でかぶってみようと思います。はい、こんな感じですね。はい、では、早速ですね、頭を入れてみたところですね、しっかりと入りました。なのでちょっと5ミリほどですね、余分に残しておいた方が良さそうな感じですね。はい、そしたらこの後バイアスでこの襟ぐりのところをですね包んでいくんですけれども、余った生地があればですね、この部分をまた斜めにバイアステープを作っていくようになります。ない場合はお手持ちの生地で合わせてみましょう。はい、ではバイアステープメーカー久しぶりに使ってみたんですけど、意外と綺麗にいきましたので、このまま使っていこうと思います。そしたら、この脇から留めていくようになります。待ち針で留めていきましょう。で今回バイアステープは80センチで作っています。それでは、この脇の肩のラインのところから留めていきます。待ち針はですね、今回はこうちょっと縦に留めていくといいですよ。はい、ではこんな感じで、待ち針はですね、縦に刺すようにしてやると縫いずれ起きにくくなると思いますので、こんな風にして留めてみてください。で脇の部分はですね、これもともとちょっと斜めになってたものをそのまま使ってますけれども、実際にはこういう風に2つ折りにして仕上げていく方法にしていきます。では、ミシンの方で縫っていきましょう。そしたら縫い始めのところは2つ折りにしておきます。ちょっとねバイアステープギリギリなのでちょっと、調整しながらいきたいと思います。アイロンで折り目をつけたところを縫っていきます。1センチで縫うとちょっと足らなくなるので、できればですね、頑張って9ミリあたりを縫っていただけたらと思います。でカーブなんですけど、生地はもうまっすぐにしながら縫っていきましょう。でアイロンで折り目を当てていきます。はい、そしたら最後のところはここの部分に1センチほど重ねるようにします。80センチでだいたい80センチで作ったんですけど、ギリギリでしたね。でここで1センチ重ねます。はい、では、縫い終えたところでこの重なりの部分の今ちょっと余分になっているところを2つ折りにしてカットしておきます。そしたら縫い代を包むようにして待ち針で留めていきます。はい、ではこんな感じで止まったところで際を縫っていきます。縫い始めの位置は最後にこう重なり合わせたところになります。でここにまずミシンの針を刺したら待ち針を抜きます。はい、では際を縫って仕上げていきます。これはね目打ちを使いましょう。で最初と最後はですね返し縫いをせずに、最後に重ねて縫う仕上げ方になります。
はい、そしたら最初のところに来たので最初の糸を切ります。そしたら縫い目をですね、この辺りまで1センチほどですね重ねていきます。はい、じゃあバイアステープ縫い終えたところになります。こんな感じで縫い始めのところは折りたたんで大丈夫です。意外とね縫い目に合わせれば綺麗に仕上がってきますので、これはね何回か繰り返すと慣れてきますので、是非ねバイアステープもチャレンジしてみてください。ちょっと編集しちゃいますけれども、結構ここまで来るのにいろいろね試行錯誤しておりました。あとねもう一息なので頑張りましょうね。これはまだ1枚こう広げるとこの輪っかになってる状態だけなので、今度は袖を作っていきます。そうしたらですね、前と後ろが分かるようにしたいので、ここの裾の部分を前身頃の方が3センチ長い状態にして合わせてみてください。だいたい3センチぐらいですね。これを基準にしてみてください。で合わせたらクリップで留めておきます。反対側も同じです。3センチ開けてクリップで留めておきます。はい、そしたらこうやって前身頃と後ろ身頃がちょっと分かるようになったところで、最初に使った、洋服をこう合わせていきます。ここの今ちょうどここの部分が袖になっていて、ここで、ここの部分が身ごろになりますので、ここで縫い合わせていくような感じになります。なので皆様はご自身の体型とかに合わせていただいて、自分の体のラインに合わせるような感じになります。ただこれはですね、脇もこういう風にプラスされてるので、その部分も考えて少し横の部分にしていこうと思います。端から13センチのところになりました。なので端から13センチのところを縫っていくようになります。そして端から13センチと上からは18センチですね。18センチを開けておきます。そうしたらまたせっかくなのでこの定規を使っていこうと思います。そしたらですね、この襟ぐりのところ、ここの端のところもしっかり揃えて13センチ、上はこの上からここですね。なので20センチになります。20センチをこの袖の位置として縫い止まりにします。そしたらここは待ち針で留めていきましょう。この部分を縫っていきます。はい、そしたら皆様によく見えるように青いペンで描いていきたいと思います。これは水で消せるので、出来上がったら洗濯機で洗えば落ちる色になってます。このまま今縫い止まりにしたところですね、こうやって線を引いちゃいます。そしたらこの下のところまでもうぴったり、ここの見えないですけどね、ここの部分まで、この裾の部分までぴったりと縫っていきます。ここからここまでは20センチ、ここからここまでは13センチになります。はい、ではそうしたら、これはですね、どうしようかな、下から上に向かって縫って留めるようにしましょうか。ここの部分が縫い目が綺麗になりますので、下から縫って上で縫い留めるというような感じで仕上げていきます。あとね、もう一息ですよ。頑張りましょう。そしたら縫い始めの位置は今こういう風にずれてますので見えないんですけれども、この、反対側と重なる位置から縫っていきます。でしっかり返し縫いしましょう。一回前に進んでバタンって落ちたところですね。でそれで前に進む、ちょうどね30縫いしたような感じです。そしたら描いた線の上を縫っていきましょう。
そしたら縫い止まりの位置に印がついてますので、ここで返し縫いします。もう30縫いしておきます。はい、そうするとね、縫い終わりの方が綺麗になりますのでね、そしたら反対側も同じようにして縫いましょう。ちょっとずらして同じようにして縫っていきます。はい、ということでいかがだったでしょうか。さっきまでね生地1枚だったのが、ちょっとこういう風にリバティとか可愛い花柄を合わせるだけで雰囲気がねぐっと変わってきますので、よかったら今回も参考にして作ってみてください。ちょっとまだ出来たてほやほやでこう印とか残ってますけどね、この後お洗濯してきれいにしていこうと思います。で、実際にこの袖とか身幅のところは気になるようだったら、もうちょっとこの部分下げてもいいんじゃないかなって思いますので、この部分はちょっと自分で調整してみてください。生地これポンチョみたいに一回着てこの部分ねどうかなって合わせながら作ることができますので、あっという間にできましたね。ただ一番難しかったのは、私はこの襟ぐりのところなんですけれども、結構試行錯誤しました。なんですけれども、結果的にはねやっぱりバイアスで仕上げた方が一番簡単で仕上がりも綺麗かなと思って、本当はねバイアステープ使わずに仕上げたかったんですけれども、今回はこのような感じで仕上げることになりました。着てみましたがぴったりです。嬉しい。なのでちょっと体型に合わせてですね、ここの身幅の部分とかも今85センチで作ったんですけれども、たっぷり1メーターでそのまま使うこともできると思うので、その状態にしてもっとフレアを多くすることもできると思います。で、ここの脇のところですね、縫い合わせるところもご自身の体型に合わせてみてください。ここの部分が縫い止まっていることで、ちょっとポンチョじゃないけどちゃんとしっかり袖が出来上がるような感じになりますので、是非お試しください。これ去年からずっと作ってみたいなって思ってたデザインなので、デザインっていうかね、本当に長方形で作るだけなんですけれども、今回出来上がってよかったです。是非違う生地でも作ってみようかなって思ってますので、皆様もよかったらこういう夏素材のリップル生地を今回使用したんですけれども、夏素材でちょっとさらっと着れるような普段私はですね夏暑いのでキャミソールを着てるんですけれども、室内でちょっと部屋が寒いなって思った時にはらりと着れるような一枚になってますので、はい、ぜひ参考にしてみてください。これもね長方形だからこうやって畳んで持ち歩いてもそんなにかさばんないんじゃないかなって思いますね。こんな感じになりますので、こうやって見たら洋服とは思えないですもんね。はい、ぜひ皆様お仕事されてる方とか、最近暑いので冷房がね特に効きすぎてる場所とかもあるので、予備でね持っておいてもいいかもしれないですよね。はい、よかったら今回も参考に作ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日はねスカートまで作りたかったんですけれども時間がなくなってしまいました。また明日チャレンジしようと思います。まだまだね暑い日が続きますので、明日はね関東は40度を超えるというね予報が出ていますので、皆様くれぐれも熱中症には気をつけてお過ごしください。この動画良かったよ、参考になったよって方はグッドボタンで応援いただけると大変励みになります。それからチャンネル登録もよろしくお願いします。あとサブチャンネルでは旅動画の方を公開しております。ちょうどねヨーロッパ編が完結したところです。ヘルシンキのねマリメッコアウトレットの様子などもたっぷり紹介していますので、よかったらご覧ください。この後はねもうヨーロッパ編完結しちゃったので、旅の準備編とか紹介していきたいと思いますので、ぜひサブチャンネルのネイジの小部屋の方もチャンネル登録よろしくお願いします。